ああ、ずいぶんと久しぶりだね。あいにくいつも通りガラスケース越しだが、それでもあなたの顔がよく見えて。素晴らしいね。今日はいい日になりそうだ。あなたが来ないととかく暇なのさ。この部屋、四方ガラス張りでプライバシーなんてあったもんじゃないひどい代物だが、何より退屈だ。娯楽の一つもない。ならせめて楽しい夢でも見ようにも、床で寝るのは節々が痛む。ほんと、今回の研究所は外れたよ。なに、そんなに金がないのかい？貴重な研究対象だ。ふかふかのベッドを与えるくらいしてもよかろう。ここで私ができることといえば、くだらん妄想にふけるか、つまらん思索にふけるか、その二択ぐらいしかありゃしない。だからね、あなたとの会話は割といい暇つぶしになるんだ。他のまるで何かに取りつかれたように研究に没頭する研究員たちと違って、あなたは比較的まだまともそうだしね。人間らしいとも言える。感情の機微がないやつとは話していても面白くないからね。その点、あなたは素晴らしいよ。思っていることがよく顔に出るし、共感性と感受性が高くて、気持ちの揺れ動きが激しい。話しがいがあるってやつさ。と、まあ私の愚痴はこれくらいにして、今日は何を聞きに来たのかな。ただ雑談しに来たわけじゃなかろう。いいよ。聞かれたことには何でも話してあげよう。もちろん、私の知っている範囲でよければ。だが、勘違いしていそうだけれど、私もあなたたちの研究の成功を祈っているんだ。だから、できる限りあなたたちに協力しよう。何でも話してあげるし、多少血を抜いたり、よくわからない機械をあちこちにつけたり、まあ、基本的人権を侵害するような行為も、お好きにどうぞだ。とは言っても、命に関わるようなことは、さすがに勘弁してもらいたいが。ああ、すまない。少しばかり一人で喋りすぎたね。さ、あなたは私に何を聞きに来たんだい？え？本当に、ただ雑談しに来ただけっていうのか？いいね、いいね。面白い。しかし物好きだね、あなた。いや、暇人か？どちらでも構わないが、そうか、雑談ね。ああ、バカにしているわけじゃないんだが、むしろ素晴らしいよ、あなたは。いくらでも話してあげよう。時間ならたくさんあるからね。
夜を明かしても構わない。けれど私はあまり人とコミュニケーションを取る機会がなくてね。気の利いたジョークなどとても言えそうにない。私があなたに話せることとなったら、結局私に救う神様の話になりそうだ。それでもいいかな？わかったよ。なら何から話そうか。あなたは仮にも私を研究している身だ。ある一定の理解は持ってるんだろ？人の意識に宿り、よりしろの感情を糧とする。その凶暴性はよりしろの心理状態によって左右され、強い刺激には大きな反応を見せる。だったかな？それがあなたたちの理解であり研究結果だ。だが、まだ浅い。それは本来、理解足りえないものだ。私の意識の中に宿る。そもそもこの考え自体が正確には間違いなのだが、まあいいだろう。とかくあなたたちは舐めているのだよ。上位存在を。神と呼ばれる者たちをね。神は我々人間の認知の外側にあるものであり、我々が得たそれへの知識は、所詮一部に過ぎない。あなたたちが研究結果として書き留めたデータも、たまたまそういう形で現れたというだけで、全体像を把握できるものではない。一部、人の領域の外にである私すら、神様を理解しただなんて、口が裂けても言えないね。だからだよ、研究員さん。のこのこと、こんな怪しい女に話しかけちゃいけないってことだ。わかったかい？私には、ファム・ファタルになるつもりなんて毛頭ないからね。破滅願望があるなら、好きにしたらいいけれど。そういうことだ。さ、そろそろ行きたまえ。あなたにも、あなたのやるべきことがあるんだろ？次に会えるのは、一体いつになることやら。結局今回も失敗か。こうもうまくいかないと、神話の時代、神様たちが人間は愚かで救いようのない生物だと、身勝手にも断罪したのが、正しいことのようにも思えてくるな。彼らはいつも間違える。神秘の先触れに接触したのにもかかわらず、いつも人間の思考にとらわれる。まあ、それがきっと正しい姿。世の断りなんだろう。人間は頂上の領域で生きられるようにできていない。それに比べ私は、本当に半端な生まれ方をしたものだ。ああ、その顔は、まだ生きていたんだな。それは幸運なことだ。いや、幸運では済ませられないな。これは単なる炎じゃないからね。そういう形をしているだけで、本質はもっと残虐で残酷で最悪な代物だ。私との深い接触の影響か？いずれにしろ、
あなたが人間の領域から一歩逸脱したことに違いはない。私は個人的にあなたのことを気に入っていたが、まさか神様も他とは違う何かを感じていたとは。ちょうどいい。私もひどく退屈していたんだ。それもずーっとね。喜べ、人間。あなたは選ばれた。共に行こうか。化け物の世界へ。